さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、米粉のロールケーキ、こちら紹介したいと思います。最後まで手作りになってください。では行きましょう。お願いします。はい、これ今日の型は27センチ角のこういう平らな型なんですけど、そこの上に紙を引いてこれで準備しておいてください。はい、この後クリーム作っていくんですけど、こっちにチョコレートと今水飴が入ってます。でこれ大体半分ぐらいの量の生クリーム入れて、でこれをラップして 600W のレンジで溶けるまで泡立てたいと思います。はい、これ溶かしたホワイトチョコですね。水飴とあと生クリームが入ってます。ここでもし溶け残りがあったら生クリーム追加するか、追加して温めるか、さらに加熱してください。でしっかり混ぜて、で冷たい生クリームを全部入れちゃいます。でこれさらにしっかり混ぜて、これ生クリーム分けてるのは温めた状態から冷たい状態に急冷したいから半分だけ入れてます。はい、そしたらこれ密着ラップってこうラップを下にくっつけて、さらに上にもラップして冷蔵庫で完全に冷たくなるまで冷やしてください。はい、これ冷やしておいたクリームですね。ちょっとだけこうとろっとしたような感じになるので、これを泡立てていきたいと思います。はい、これぐらいしっかり固く泡立つので、固めにしっかり泡立てといてください。これを後で巻いていきたいと思います。はい、これ材料の米粉なんですけど、必ず1回振るようにしてください。あんまり振るわなくていいとかっていうレシピもいっぱいあるんですけど、万が一ねこうダマがあったりとか何か入ってたりしたら嫌なので、必ず1回振るようにしておいてください。これ複数混ざってる時は3回振るんですけど、今日はこれだけなんで、あと米粉なんで1回振るとけば大丈夫です。ここまで準備お願いします。はい、これ今日卵は卵黄と卵白に分ける作り方でやっていきます。はい、これさっき割った卵黄なんですけど、これ今回使う砂糖がちょっと多くて、いつもだったら全部メレンゲに入れちゃうんですけど、この量全部入れちゃうとメレンゲに泡立たないので、一部だけちょっと先に卵黄に入れて、ここでしっかり混ぜます。でグラニュー糖じゃなくて上白糖を使ってるのは、上白糖の方がしっとり焼けるので、ロールケーキとかなんかこう巻いたりするようなものにはいつも上白糖を使うのがおすすめです。でこっちは卵白ですね。泡立てていきたいと思います。はい、これ卵黄の方にふるっておいた粉もですね、全部一気に入れちゃってください。で米粉なんで全然グルテンがどうとかネバネバしちゃうとかないんで、ここでしっかり混ぜてください。はい、こんな感じですね。なんか卵黄のペーストみたいのができました。そしたら温めた液体をここに入れてちょっと伸ばしていきたいと思います。はい、こんな感じで液体も混ざって、このサラッとした状態ですね。であとはメレンゲを作れば完成です。メレンゲやっていきます。はい、これ卵白にお砂糖ですね。全部一気に入れちゃいます。上白糖だとすごいしっとりとしたメレンゲが立つので結構おすすめです。泡立てていきます。これ今結構最高速で立てたんですけど、ちょっとこうボソボソっとしてきちゃうので、少し速度を抑えてこれ半分ぐらいが3番なんですけど、それで少し泡立ててなじませたいと思います。はい、これぐらいしっかりですね泡立ててください。これをさっきの卵黄と混ぜていきたいと思います。はい、これ結構シャバシャバで、こっちがメレンゲ結構ふわふわしてるので、メレンゲの一部をこっちに先に入れてあげて硬さを揃えます。もうねこう潰れちゃってもいいのでしっかり混ぜちゃう。そしたらこの液体をこっちに入れちゃいます。はい、これで上白糖で立ててるのでメレンゲが結構強くなってるので、もう泡立て器でこうやって混ぜちゃってください。もうメレンゲが潰れちゃってもいいので。
もう混ぜても全然しぼまないのでこれで OK です。はい、こんな感じです。である程度こう混ざってダマがないなと思ったら泡立て器はおしまいで、これゴムベラですね。ゴムベラで混ぜ残しがないかこうやって下から上って言って鍋底をきれいに混ぜてください。ほら全然混ぜてもまだまだしぼまないです。これねもう混ぜすぎても失敗しないんで、このままあと10回20回混ぜててもいいんですけど、もう混ぜ終わってるんで、はい、ちょっとだけツヤが出てるような感じ分かりますかね。混ざるとねツヤって出るんですよ。これを型に流して焼いていきたいと思います。はい、これ生地流したらまずこれカードとかでトントンしながらやると生地離れるんで、こう角に生地を入れていきます。でこう自分が動くよりこれ板を動かした方がいいですね。で今これカードに入ったんですけど平らじゃなくて、こういうカードでカードはずっと左から右この動きしかしてないです。こっちとかやらないでずっと同じ方向で、あんまりやりすぎるとしぼんじゃうとかも言われるんですけど、もう全然もう見てください、ふわふわですよね。はい、これ平らになったら焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。はい、これ粗熱取った生地なんですけど、まずこれ皮をちょっと剥いでもらって、はい、これでひっくり返したいので紙をのせてひっくり返します。はい、これしっかり泡立てたクリームですね。これを全部広げていきます。はい、これ全部クリームのせたら、これもさっきの生地と一緒でなるべくこう角に入れたくて、でこれカードでやるときにここに最後こうこするとなんだろう、このカードについたやつが全部きれいに取れます。これだいたい平らになってきたらちょっと巻き始めの部分だけをちょっと太くしたくて、今ここだけちょっとクリームを多くしてるんですね。縦にするとこの辺だけなので、こっちからこうやって巻いていく、ぐるぐるっと巻いていくような感じです。このロールの真ん中の芯の部分を作ってる感じですね。そうすると綺麗に巻けるので、ちょっとだけ絞ったりしてもいいんですけど、でここにフルーツとかをのせると巻き始めの部分にこうロールの真ん中のところにフルーツが来るようなイメージです。これをちょっと巻いていきたいと思います。はい、これクリーム伸ばせたらこの芯の部分だけ最初ちょっとこう手で巻く前にこうやってちょっと形作っちゃいます。この部分ね。そしたらこれ紙を持ってこっちも生地を押さえて、見えるかな、生地をこう持つと割れちゃうんで紙を持ってあげてる。でこの紙をこっちに引っ張っていくとロールが勝手に巻かれていくんです。見える？ほら。でちょうどのの字の部分の今これが下に来てるんですけど、そしたらこれが巻き終わりでギュッと押さえてあげる。今こっちから生地がこう乗っかった状態ですね。でここがロールとしてキュッてしっかり締まるように定規とかでいいんですけど、ここに添えてあげて、右手、僕この右手の定規はロールにギュッと押して、ここのねロールのこうギュッて絞ってるような感じ。今ね
この手がねこっちに押さってます。そうするとこうロールがどんどんギュッ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 締まっていく状態になるんで、今ロールがきつくなりました。でこれを残った紙をこう巻いていく。はい、これで巻き終わりです。このまま冷蔵庫で冷やして完全に固まったら紙を剥がしてこうやって切っていきたいと思います。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。やっぱ米粉もちもちですね。めちゃくちゃいい。すごい美味しいじゃんこれ。誰作ったの？さあこれポイントの差ですね。ポイントはこれ米粉の種類がめちゃくちゃ大事で、大事な部分全部概要欄に書いてあるので、おすすめの材料はそれを使ってください。あとは米粉ってちょっとこう水分をね無駄にこう吸っちゃう性質があるんですね。それで硬くなっちゃうので、レシピ見てもらうと分かるんですけど、全体の水分がちょっと多くなってます。そうすることによって小麦粉と同じように米粉も扱えるので、ぜひそれは守ってやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。